五葉松のね夏場こういう状態になってきた時の手入れしてもいいとこまでの手入れなんですけども、せいぜいね、ちょっと試しに来てます。こういう枝を減らす作業、こう枝をね減らす作業で、やっちゃダメなことちょっと試しにやってみますけど、こういう芽をね黒松みたいに切るみたいな、これはしない方がいいです。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回ですね五葉松の夏の管理というか、あと視聴者さんからあったちょっと疑問にね、五葉松に対しての疑問にお答えしようかなと思います。その前にちょっとだけお時間ください。今まだ無料のメール講座やっております。概要欄の方からですね見つけていただいて、メールアドレス登録していただくだけで定期的に盆栽のね今まで僕がやってきた知識経験いろいろを学べるというような感じになっておりますので、よかったらまた、そちらも登録してみてください。では本題に戻ります。五葉松こちらが五葉松、あとこっち黒松、2本置いてるんですけど、今がですね6月の初旬ですね、日程的に。で黒松はこう芽がビュンビュン伸びてると、新芽がね。でこれをもうちょっとしたら芽切りをする、6月中旬か、下旬ぐらいに芽切りをするという、芽切りっていうのは新芽を切る作業なんですけども、そういう黒松に対してこの五葉松の手入れは全く同じではありません。五葉松もね春から暖かい時期はずっと芽とか葉が伸び続けるんですけど、大体でも6月7月ぐらいで成長は一旦止まるじゃないですけど、ビューッと伸びてきたのが緩やかな感じには変化していくと思うんですね。である程度やっぱり冬から比べたら芽が伸びてくるので、これは視聴者さんからのご質問ちらほらあったんで今日それしようかなと思うんですけど、五葉松の芽切りって必要なんですかって、五葉松の芽切りってどうしたらいいんですかみたいな、そういうご質問が過去何度もありました。でそれに対してのお答えなんですけど、五葉松は黒松のような芽切りはしません。なんならしない方がいいです。黒松の芽切りっていうともう芽を全部切るような感じなんで、五葉松それしたら多分6月とかね初夏そんな時期にしてしまうともう100% に近いぐらい枯れます。で芽切りはダメなんですけども、軽い枝抜きは構いません。せいぜいね、ちょっと試しに来てます。こういう枝を減らす作業、こう枝をね減らす作業で、やっちゃダメなことちょっと試しにやってみますけど、こういう芽をね黒松みたいに切るみたいな、これはしない方がいいです。これはしない方がいい。で新芽を切るにしてもちょっとここ行きますけども、この1箇所から何本、これ2本かな、新芽が1本、小さいのが2本目、これの新芽を1つに減らすぐらいは大丈夫です。新芽を切るとしても。でこれをこの木全体でいうとそうですね、全体の2,3 割ぐらいそういう作業をするぐらいだったら安全かなという。基本的に五葉松夏すごく弱いので新芽は置いておいた方がいいです。で枝抜きばっかりするにしてもやっぱり切り口から松ヤニが出るんでね、やっぱり傷口が増えてみたいなのも、やっぱり真夏にあんまり良くないんじゃないかなと思います。実際僕が五葉松畑にねいっぱいもう1,000本以上あるんですけど、それの管理を年がら年中してますけど、夏に試しにバサバサ切ってみたことがあるんですが、結構枝枯れから本体が枯れるいうことまであったので、だから夏の剪定ってやっぱ良くないなっていうとこはそこで確信を得たんですけど、この五葉松は未生の五葉松、比較的弱いタイプの五葉松なんですけど、それに比べてうちで真夏に手入れして傷んだのは黒松に継いだ五葉松、しかも畑のね強い状態で真夏にいっぱい枝を切ったり芽をわざと切ってみたんですね。ボサボサだったんで、
それすると強い畑で強い黒松についた五葉松でさえそんだけ枝枯れを起こすですから、まあ未生五葉松なんかもっと弱いんで、もうこういうのはもう特にあんまり触らない。で結構皆さんね、8月ぐらいから葉っぱ抜いたりとか枝抜きとかね、本にも書いてるのかな、みんな意外と言うんですけど、あれもあんまり僕はちょっとおすすめしないですね。だから五葉松はもう涼しい時期だけの手入れにしときましょう。もうそうです、最初はもう5月ぐらいまでとかね、で次秋はもう10月入ってからとか、もうそれぐらいで厳しい手入れ、軽いのはいいんですけど、それぐらいでないとちょっと危ないなっていう。針金をね巻いてちょっと曲げるぐらいだったら、まあいつでもできんことはないんですけど、それに伴って枝をいっぱい切るとか言ったらまた危ないだろうなっていう。はい、なんで真夏の五葉松は、まあ、あんまりハサミはね使わないみたいな感じで思っていただけたらなと思います。はい、本日は以上です。北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。